必ず型紙はこのまま何もせずに折ってしまうと、皆さんも作ってみてください。こんにちは、福工房の村です。今回はこういう丸い形の大襟付きのシャツカラーの作り方を説明していきます。型紙の形とすると、襟がこういう形になってます。通常の、ごくよくある大襟っていうのはこういうまっすぐな形が多いんですが、時々丸くなった大襟も見かけます。こういう縫い方分かりにくいっていう方のリクエストもあったので、今回この作り方をやっていこうと思います。それではまず型紙についてのお話をします。型紙、ちょっとこういう形のちょうど型紙があったので、この型紙で説明していくんですけども、こういう襟なのでかなりカーブがきついです。で、縫う時にこういうふうにやってると縫いやすそうに思えるんですが、縫う時には逆カーブのものを合わせて縫わないといけなくて、この距離の間にやっぱり合い印がないとこの間を合わせるのは難しいので、型紙があると真ん中ぐらいに、前端からネックポイントの間ぐらいに1本、襟と身ごろの方合い印を入れとくと良いです。あと後ろ襟ぐりもこういうふうに合わさってくるんですけども、後ろ襟ぐりもこの間に1本合い印を、お互いに寸法が合うところで入れておくとずれずに縫うことができますので、これもするようにしてください。そして次に、襟の裁断なんですが、こういうカーブした襟の時には必ず型紙は輪の状態に、こういう型紙、半分の輪で取る型紙ではなく、この紙の状態で輪にしてから取るようにしてください。ここが細いところを輪にするとちょっとしたことで角度が変わってくるので、これも必ず輪にして取ってください。あとこういう形なんですけど、表地と接着芯両方別々に裁断をして貼っていくと形が歪んでしまいます。なのでこれは表地を荒立ちに、この襟が入るほど荒立ちに裁断して、それと同じ大きさの接着芯を裁断して、アイロンで接着をしてから型紙を置いて裁断をするようにしてください。それでは縫い方の説明をしていきます。表大襟と裏大襟2枚用意しました。今回は表も裏も両方とも接着芯を貼っています。リバティのような薄い生地であれば両面貼った方がちょっとね、この辺がバイアス気味になってきて、バイアスのところはちょっと痩せやすいんですよね。細く縫ってるうちにちょっと細く痩せてしまうことがあるので、接着芯を貼っておくと安定した幅になりますので、薄い布の時には両面貼ることをおすすめします。で、割としっかりしたコットンタイプライターとかそういう布であれば表大襟のみに真地でも良いと思います。布によってその貼り方を変えると良いです。そして、表大襟を、付け側を1センチで折っていきます。付け方2種類あって、この折るのも、表大襟を先に折るか裏大襟を先に折るかっていう部分で、迷われる方も多いと思うんですが、今回は表大襟を折って
縫う方法でやっていきます。その違いはというと、表台襟を折る時には後から表台襟を乗せてきて表台襟からステッチをかける方法なんですが、その場合は身ごろと裏台襟を先に縫ってから表台襟を合わせるってことになるので、今回はその方法でやっていきます。そのメリットとしては後から表からステッチをかけるので表がきれいに縫い目が揃いやすいっていうことがあります。そして、裏はもう縫えてるので先に裏と身ごろを縫うので、この部分は付けの部分は縫えてるので、落ちることが、縫い目で落ちることがないっていうことがあるので、今回はそのやり方で縫っていきます。それではまず表台襟の付けを1センチで折っていきます。で、折る時には1センチで折っていくと内側がなみなみしてきて、このまま何もせずに折ってしまうと外のりがカクカクきれいな丸を描かずにカクカクと折れてしまうので、ここの端を串を寄せてちょっと内のり分を縮ませてから折っていきます。なのでこの後から布端から5ミリのところを粗い縫い目でミシンで縫います。その前に印をつけとくといいので印をつけていきます。布端から2センチのところにこういうふうに印をつけます。なぜ2センチかというと、布端をこの2センチの印に合わせて折ると1センチで折れるので2センチで印をしています。ここ結構大事で、ちゃんと1センチで折らないと後から表と裏が合いにくくなってしまうので、ここはこのやり方が一番いいんじゃないかなと思います。これでぐるっと印をつけていきます。ミシンの縫い目を粗くします。そして下糸も長く伸ばしておきます。今回は分かりやすいように白地に黒糸を使います。これでこの布端から5ミリのところを縫っていきます。最後も長く伸ばして切ります。折り曲げていきます。折り曲げた時に上側の糸だけを引っ張って串を寄せていきます。下も一緒に引っ張るともう糸が締まって引くことができなくなるので、上側のみを引っ張ってください。これで一旦内のりが合うように合わせて調整していきます。これでアイロンをかけていきます。アイロンをかける時の注意点ですが、丸くなってる部分のこの外回りの端がカクカクしないようになだらかなカーブを描くように意識してアイロンをかけていきます。これ後から表に出てくる折り目になるので丸く仕上げてください。
このアイロンかける時もこうガーッと引いてしまうとこの串が流れてしまうので、引くのではなくこう形を整えて丸く整ったなと思ったら上からこう押さえるような感じでアイロンをかけてみてください。アイロンがかかりました。次に裏台襟とこの表台襟を合わせて縫っていきます。この前端の小丸なんですが、形がこう左右揃いにくくて自信がないという方はこう前端の部分を移してきてこう縫い代の分を切ります。この小丸をこう合わせて書いておくと良いです。縫うのはこの折ってあるままではなく折ったものを伸ばしてでも折り目からずっと内のりを縫っていってください。左右ともにこの形を描いていきます。これで内側を1センチで縫ってきます。この赤い線の上を縫っていきます。襟周りを縫ってきたので縫い代をカットしていきます。だいたいこの小丸部分ここは3ミリほど残して他は半分5ミリに切っていきます。そしてここはカーブをしているので切り込みを入れていきます。そしてこの上端部分をアイロンで割っていきます。割りにくいんですが割るのが一番きれいに仕上がります。こういういろんな器具はあるんですが身近なものとしてこの料理用の綿棒を使うと割りやすいです。この綿棒の良いところとしてはこの丸いのでこの上の面にしかアイロンが当たらないのでちょっとずつこうやって割っていくと良いです。
れで割れたので返していきます。この小丸の部分はこう指でしっかり縫い目をキュッと出すようにして、こう表大襟が折ってる側なので、こう裏側を1ミリもないぐらい、0.5ミリぐらいこう控えるようにしてアイロンをかけていきます。この小丸部分はアイロンをかけてしまうともう形が決まってしまうので、かける前にもしいびつだったらこう目打ちでこう内側からとか外側からとかこう形をカクカクしないように、こう綺麗な丸みが出るようにこう形を整えて、綺麗な形になったなと思ったらアイロンをかけてください。縫い代を割ってるので控えるのも綺麗に控えられます。綺麗に左右もこの小丸もぴったりと形も揃って、この周りも1センチの縫い代が残るように、綺麗にできました。次にあらかじめ作っておいたこの身ごろと合わせて縫っていきます。裏大襟と身ごろの裏側を合わせて、あと合い印も合わせて縫っていきます。次にこう襟の形ができた時に身ごろと合わせる前にこう表大襟のこの丸みの端に両面テープ、洋裁用の両面テープを貼っていきます。なるべく端に貼る方が良いです。これ蜘蛛の巣状になっていて、後でこの剥離紙をパラパラっと剥がすと糊だけ残るようになっています。私はこの日本バイリーン株式会社さんのものを使っています。この両面テープがない方はしつけ糸でしつけをするっていう方法もありますので、ない方はしつけ糸で整えてください。これで次に、身ごろの裏側とこう裏大襟が合うように合わせて縫っていきます。この端なんですが、ずれるとポコッと出たり引きつれたりするので、ずれないようにぴったり合うように合わせてください。で、先にこちら側から縫うんですけど、ぐるーっと縫っていく過程でどんどんずれて最後が合わなくなることも結構あるので、先に最後の部分3、4センチ先に縫っておくと最後でずれることがないので、最後の部分をまず縫ってからずっとぐるっと合い印合わせて縫っていきます。それでは縫っていきます。まず最後を合わせます。
こう折った時に綺麗かどうかを確認します。ちょっとはみ出てる時とか、失敗したなと思ったら、まだこれだけしか縫ってないのでやり直すことができますので、ちょっとずれたなと思ったら、この部分全部縫ってないので安心なので、こうやってほどいてもう一度縫って確かめながら縫うと良いです。いい感じに合いました。これで最初に縫った糸につなげます。これでここまで縫えました。次に、襟幅も狭いですし、内のリブンだいぶゴロゴロしてしまうので、この襟の付けもカットしていきます。7ミリぐらい残して襟付けを切っていきます。これでこの両面テープの剥離紙を剥がします。それでは襟を整えながら両面テープを貼っていきます。この前端がゴロゴロするとちょっと綺麗に収まらないので、目打ちで縫い代をこう中に入れるようにして、形が整ったらこう両面テープを貼るようなイメージで上から押さえていきます。残りもこの襟の形にしながら、この縫い目は襟の中に入れるようにアイロンをかけて、縫い目ちょうどにこの折り目がくるようにアイロンで貼っていきます。まずアイロンで襟を襟高に倒します。そして縫い目に折り端がくるようにアイロンで両面テープを貼っていきます。これで整ったので、この下端を1ミリで縫っていきます。
8ミリでぐるり縫っていきます。先ほど下端と言ったんですが、ぐるり縫います。ぐるり縫う場合は肩から縫うと縫い目が目立ちにくいので、肩から縫っていくと良いですね。襟に段差がある時には後ろ側にも同じ襟との同じ段差になるように布を入れてやると縫いやすいです。これで襟付けの丸い形の台襟が完成しました。こんな風にして是非皆さんも作ってみてください。